開けたら。なんでそっち行くの？ババンババンバンバアビバビバビバババンババンバンバアビババンババンババンバンバアビバビバビバババンババンバアビバナナ帰ってこないよ。はい、藤子さんでございますよ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はお休み前の約1時間10時5分ぐらいから11時ぐらいまでの間、皆様と楽しい時間を共有していい夢見れるライブを目指しておりますので、皆様積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半はこのようににゃんこに夕飯の残りのカリカリと鰹節を用意しておりますので、猫の姿がそこそこ楽しめると思いますので、猫目的で参加される方は、ぜひ番組の冒頭にスマホを握りしめ、パソコンの画面にかぶりつき、息も止めて瞬きもせず、ご視聴いただくことをお勧めしておりますよ。そしてそのままくたばらないようにご注意くださいませ。ちゃんとチャンネル登録とグッドボタンを押してスパチャを投げてからくたばるようにしてくださいね。で、今画面に収まっているのがグレーのグーちゃん、三毛猫のたまちゃん、画面に三毛猫じゃないや、白黒のクータくん、画面に収まっておりませんが、三毛猫のたまちゃん、白ちゃんのゆりさん、なんだろうな、そこにいるんだけど、眺めてるだけだな。で、あっちの部屋に行っちゃって戻ってこないチャトラのマサルくんと、我が家には全部で5匹のかわいい猫ちゃんがおりますよ。で、5匹のかわいい猫ちゃんがいる生活ってどんな感じなのかなっていうのを、ちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、猫のことをもうちょっと詳しく知りたいよと思われる方は、概要欄のところに猫紹介してありますので、そちらを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じく概要欄のところに Amazon の一種リストのリンクが貼ってありますので、そちらからチュールをポチッとご購入いただければ、我が家に届く便利なシステムとなっておりますので、にゃんこにチュールあげようかなと思われる方は、そんな便利なシステムをご利用いただくことをお勧めしております。クータ、俺と色がお揃いだな。まちゃはさ、本番前にあっちの部屋行っちゃってな。いつも戻ってくんの待ってんだけどさ、全然戻ってこないから、そのまま始めたわけよね。そしたら戻ってきたんだけど、一瞬でドア全開にしてあっちの部屋戻ってったからさ、どうせあっち行くならドア開けないで。何のために開けに来たんだろう、あいつはな。もう閉めてやるわな。不経済ね、せっかくヒーターつけて部屋温めてんのに意味ないじゃないかな。いや、もう閉めたったよ。だからもう今日は鰹節もぐーちゃん独り占めだ。ぐーちゃん独り占めだ。ぐーちゃんが食べてる姿をたまちゃんとゆうちゃんが眺めているよ。映ってないけどな。たまちゃん映ったよ。で、藤子さんでございますよ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。で、一日一個、猫に関してのお話もしませんので、これから皆様と一緒に乾杯しようと思いますので、かけてねえよ。お付き合いよろしくお願いいたします。で、乾杯の時に、ジャスティースって言いますので、一緒に言っていただけると嬉しいです。では、いきますよ。せーの。ジャスティース、はい、ぐーちゃん。
justice。なんで鰹節だけ、上澄みだけ食べてな。カリカリ食べてないじゃんか。鰹節かけた意味ないじゃんかよ、それじゃな。びっくりした。今日塩入れてないんだ。久々に真水というか、お湯を飲んで、塩が入ってるつもりで飲んだから、ちょっとびっくりしたな。ちゃんと食べて、残さないで。はい。ピヨンさん、現場からピヨンです。気温10度切ってます。藤子さんと猫ちゃんたちには過酷な条件ですね。温めてあげたい。カニタンさん、ジャスティス。ピヨンさん、ジャスティス。ありがとうございます。みんな、ルネサンスだな。で、今日そんなね、寒くないんだよね。なんか割と今日そんな寒くないんでさ。まあ、ホットカーペットもね、消しちゃうとね、部屋冷えちゃうとさ、ね、温めるのがまた大変なんでさ、さすがに夜中は寒いだろうからね。だからまあ、うっすらつけてるっていうのを弱にしてさ、ホットカーペットはつけてんだけど、で、まあ、ヒーターどうしようかなっていう感じだったんだけどさ、まあ、ライブ用に今つけてるけど、かわいいな、たまちゃん。やっぱり今日寒くないのかな。ぐーちゃん張り付いてないもんね。まあ、後で張り付くのかもしれないけど、ぐーちゃんがヒーターに張り付いていないということは、今日はやっぱり寒くないのかもしれないな。って言いつつ、たまちゃんは今、こたつの中に入っちゃったけどな。そしてまちゃは戻ってこないし、ゆりたんは映ってないけど、そっから動かないし。クータはどうもいつもの定位置に行っちゃったみたいだしな。なんだよ、頑張ってヒーターつけたっつうのにさ、猫の姿が楽しめないじゃんかな。で、まあ、ぐーちゃんいてくれ、そこに。ぐーちゃんずっとそこにいてくれ、ヒーターつけたんだからよ。で、何の話ですか？何の話ですか？今日は水曜日なんだな、まだな。なんか木曜日ぐらいの感覚でいたけど、まだ水曜日か。だからゴミ出しはしてないな。で、まあ昨日農協で大根買ってきちゃったからね。ただまあ一応言ったかな。なんか面白いもの売ってるかなと思ってな。そしたら、まだ昨日の残り物の大根が1個か2個ぐらいと、あとはね、なんだっけ、白菜があって、昨日の残り物かなっていう感じの白菜がね、いくつかあってっていう感じね。で、まあ昨日大根買ったんで今日白菜買っても、まあいいっちゃいいけどな、でも全然大根残ってるしな、干し野菜はできる天気じゃないからな。まあいいかなと思って。で、白菜もさ、大根がでっかいのに100円なのに比べてさ、白菜そんな大きくないのに150円なんだよね。なんかお得感がないので、ちょっとっていう感じなんだよね。なので今日は、農協とりあえず、日課なので覗きましたが、何も買わずに帰ってまいりましたっていう感じね。で、今日は、発送作業があって、マンションの当番の、振り込みとかの仕事があって、集計とかの仕事があって、で、今日は、いつものな、クーポン使って予約していくね、ご飯をさ、渋谷だったんだよね、場所がね。渋谷かと思ってさ。まあでもね、渋谷の駅から徒歩1分、東急プラザかな。だからなんか聞いたことある気がするし、まあ駅から1分だったらさすがにわかんだろうと思ってさ、今日は渋谷にさ、食べに行ったんだけど、行ったんだけどな。行ったんだけど、迷ったんだよ。なんかね、今日 Google マップ全然ダメだったんだよね。
太陽フレアの影響なのか何なのか知んないけど、今日 Google マップがなんか絶不調って感じでさ。で、その前も散々地図見てたわけよね。1分つってもさ、どこなんだろう、東急プラザってどこにあんだと思ってさ、地図をずーっとにらめっこしてたんだけど、まあわかんないわけよね。でもまあ徒歩1分だしね。まあ、もう現地に行って Google 先生にお任せすれば、まあなんとかなるかと思って行ったら、まあ全然ダメでさ。Google マップさっぱりなんかね、いくら動いてもいつも自分が外れたところにいて、おかしいなと思って同じところぐるぐる回ってるし、で、また渋谷はさ、人混みだし、でさ、最近さらに歩きにくくなったっていうかさ、昔よりもさらに歩きにくくなった感じでね。もう移動はできないしさ、っていう感じで。で、結局10分ぐらい経って電話かかってきてやばいなと思ってな。電話出てさ。でね、予約いただいてますけど、まだ来てないですけど、どうしますかみたいな感じで。なんか喋り方もね、もしかしたらこの人外国人かなっていう感じの、なんかちょっとね、日本語がたどたどしいというか、そんな感じの喋り方だったんだよね。で、あれ、この人外国人かなとか思いながらさ、ああ、どうしますかって言うから、ああ、そうですねって言って、行きたいんですけど、今迷ってて、ダメですかね、もうって言ったら、ああ、そうですねって言って切られたんだよ。何それと思ってさ、いや、この店には私一生行かんわと思って、まあその瞬間に、ああ、もうここで渋谷でうろうろしてても意味ないんだって分かったんで、じゃあ帰ろうと思ってな。結局渋谷の滞在時間10分でさ、また帰って、じゃあ方針変更だと思ってね、行きたいと思ってて、まだ行ってなかったお店に行ってみようと思ったんだけど、やっぱりね、ランチのさ、終わりの時間に私はさ、予約して行ってるんでね。だから、ここがダメだから、じゃあってなったところで、他もやっぱりね、ランチ営業終了の時間になっちゃうわけよね。で、あとは夜からみたいな感じになっちゃうんで、ああ、ダメだ、そっか、他の店も行けないんだよね、と思って、じゃあなんだろう、ランチ営業やってない店だな、と思って。で、急に思い立って、蒙古タンメン中本に行ってみたんだよ。初めてな、蒙古タンメン中本は今まで食べたことがなかったけれども、初めて今日は行ってみたんだよね。まあ、それで喉が渇いてるんで、今日は塩入れなくていいかと思ってさ、お湯だけ入れたわけよね。で、飲んだらしょっぱくなくて、逆にびっくりみたいなね、状態でした。ぴょんさん、今日は渋谷で5時。北海道さん、藤子さん、皆さん、ジャスティス。今年はお年玉をあげていない北海道さんです。あ、そっか、お年玉だったっけ今日の質問な。みんなお年玉あげてないんだな。みんなあげてないんだ。てーたまさん、藤子さん、皆様こんばんは。ボンソは本日もしつこくやっておりますよ。カニタンさん、バイトが自分が楽になる対応をしているというパターンかな。まあそうだろうね。でね、なんか最近聞いてた YouTube でさ、その自分が、イベントかなをやろうと思って会場探しをしたときに、で、まあ自分のやりたいイベントに合う会場を探しててね。で、その自分の条件にぴったりだっ
った会場があったんで、ぜひそこでやりたいと思って予約をしたんだけど、その日はもうね、埋まっちゃってて、お貸しすることができないので、自分たちでね、その条件に似たような、場所、お店を探して、で、話はつけておいたんで、ただまあ別に自分たちのなんか知り合いとかいうことではなくて、ただ普通に同じようなところを探してね、で、話つけただけなんで、で、自分で予約してみたらどうでしょうかっていうね。まあお断りなんだけれども、なんかそこまでしてくれるね、ホスピタリティに感動して、だから今回ダメでも次回は絶対そこのお店でね、お店っていうかそこの場所、そこの会社でイベントしようって心に誓ったっていうさ、話を聞いたばっかりだったわけよ。で、そうだよなと思って、サービス業だったらそうだよなと思ってね、なんか私が前働いてたところでもさ、私はそういう起点が効かないんだけど、ベテランの人ばっかりが働いてるとこだったんでさ、そういう起点が効く人がね、いたわけよね。で、なるほどな、なんてさ、思いながら勉強になるわ、なんて思いながらさ、仕事してたんだけど、なんかそんな思い出も思い出しつつ、そんな話をさ、聞いたばっかりでその対応されたからさ、逆パターンな。この店には俺絶対一生行かねえって心に誓ったっていうさ、出来事な。どうしますとか言われてね。で、なんか代替案がなんかあるでもなく、で、そうですか、ちょっとね、お店が、もう閉まっちゃう時間なんでね、申し訳ないんですけどとか、まあそういう一言でもあるならまだしもよ。ね、自分の時間使ってさ、交通費かけて、でね、これからお店にお金も使うつもりで予約してるお客さんをさ、その対応会っていうのでさ、びっくりしたっていうのかな。まあ、人の振り見て我が振り直せっていうのかな。私もだからハンドメイドのネット販売だけどさ、それでも時々、ほら、普通にただ買ってもらって配送するっていうだけではなくて、何かしらのね、なんか、トラブルというか、なんかね、ちょっと対応しかねるようなさ、要望があったりとかさ、まあ、したりとかなんだりとか、なんかしらね、すんなり行くだけじゃないことってさ、時々あるんで、そういう時にね、これはどういう対応をするのが一番ベストなのかなとかさ、まあ考えながらね、その都度その都度さ、対応するんだけど、なんかね、こういう対応はしないように、気をつけようと心に誓ったよみたいなね。なんかそんな出来事が今日はありましてっていう感じ。まあそれのおかげで、急遽方針転換で、蒙古タンメン中本に行ってみて。で、全然蒙古タンメン長本ってどういうラーメンだか知らなかったわけどね。で、行ったらなんか、ラーメンタンメンかなタンメンに、味噌味のタンメンに、麻婆豆腐がかかってるラーメンみたいだね。それは美味しそうだね、なんて思って。ただ、それはちょっと辛いのかなっていう感じ。なんかね、辛くて有名みたいだったけど、ただ全然辛くない塩ラーメンっていうのもあって、で、ちょっと辛めの、味噌ラーメンもあって、で、麻婆豆腐がかかっちゃうと中辛ぐらいな感じみたいだね。で、その後はその辛いなんかをかけるみたいな感じで、どんどん辛くなっていくパターンみたいな感じだったんだけど、ね、せっかく蒙古タンメン中本に初めて行くんだから、蒙古タンメンを食べてみたいじゃんか。と思って、ねで、なんか中辛ぐらいだけど、どうだろうな、なんて思って、ねまあ、そもそもは辛いの平気な人間だったけど、
それは母親がね、激辛好きだったんだね、うちはね。だから母親が、食べ物を作るときに、味付けをね、辛いもんだったら激辛にしてたわけよ。で、それをさ、子供の時から当たり前に食べてたんで、なんか結構辛いものに平気な体質ではあったんだよね。ただまあ母親が作る食べ物を食べてた時は激辛のもの食べてたけど、ただ自分から好き好んでさ、激辛のものを求めるっていうことはしてないんでさ、普段から辛い激辛のものをさ、食べ慣れてるわけではないんだよね。だから一人暮らしっていうのかな、自分で自炊するようになってからはさ、激辛のものってほとんど食べてないんで、だから辛いのしばらく食べてないからさ、これ大丈夫かなっていう不安があるわけよね。まあでも食べてみたら、辛さ的には普通だったかね。なんか中辛っていう感じ。まあそんな激しく辛くて辛いみたいなわけではなかったんだけど、なんか知んないけど勝手に鼻水出てんだよ。なんでと思って、そんな辛いって感じてないのに、どうしてこんな鼻水垂れてくんだろうなと思って。もうしょうがないから鼻水をさ、吹き吹きしながらさ、食べんじゃんか。で、すするじゃんか、ラーメンだから。で、まあ、すすんの下手だけど一応すするじゃんか。そうするとさ、その唐辛子がちょうどね、気管支のところに入っちゃったみたいでね、それがね、いきなり来ちゃったんだよね。食べ始めてすぐに、唐辛子が喉の気管支のところに張り付いちゃって、やばいっていうね、ピンチ。いきなりピンチを迎えて。だから辛さ的にはそんな辛くなかったのに、なんかまるで激辛料理を食べてるかのようなね、リアクションで食べましたっていう感じだったね。残念ながら撮影禁止だったんでさ、まあ写真はいいよっていうことだったんでね、写真だけ撮ったけど、ちょっと動画が短くなっちゃうかなっていうね、感じの。今日は撮影できない日和だったね。頑張ったけど。方針転換して、場所変えて、ね、頑張って食べてみたけれども、今日は撮影できない日和でございましたな。ーっと、で、たまさん、災い転じて長本、そうなのよ。だから、大概何かしら起こった時にね、このことからはいいことしか起きないと思ってるから、今日はこの店に行かなくてよかったんだなっていうのでね、じゃあもっといい案があるはずだっていうのでさ、じゃあ中本がいいはずなんだけどなと思いながら、撮影禁止だったんであれみたいなね、感じだったな。てったまさん、中本はカップ麺でも辛いですよね。そう、だから逆にカップ麺の方がさ、そんなに辛さがね、選べるわけではないから、で、辛いで有名なお店なんでしょってことは、多分カップ麺の方が辛いんじゃないのかなって思うんだよね。カニタンさん、それな、それな。ピョンさん、唐辛子ケークに、あったのね。はい、会いました。カニタンさん、必ず最初に喉に飛んでくる唐辛子。そうそうそう。まださ、食べ終わるぐらいだったら、もうね、あとちょっとだからって感じだけどさ、いきなり最初にもうね、食べ始めの時に、気管支の方に入っちゃってやばい。どうしようみたいなね、感じで、ピンチに遭いました。北海道さん、中本って北極星のですか？北極星じゃ、北極星、あ、いいのか、北極星のですか？わかんない。蒙古タンメンでしたっけ？そう、蒙古タンメン中本ってね、なんか最近聞くよなと思って。で、カップラーメンでね、出してるみたいで、みんなそれが好きらしいからさ、どうやらラーメン屋さんもね、あるらしいってことが分かったんで、
じゃあもうタンメン中本動画出したらアクセス増えるかしらと思ったけど、撮影できないっていうね、残念な感じ。まあでもなんか初めてな感じだったかな。ね、麻婆豆腐がかかってるっていうラーメンもまあ初めてなんだけどさ、その麻婆豆腐がかかってるおかげで、辛いっていう割には意外とね、豆腐が味ないじゃんか。だからそれで割とマイルドっていうのかな。で、タンメンもさ、タンメンじゃない、野菜炒めなのかな。もうさ、すごい煮込んじゃってとろけてる感じ。その豆腐の柔らかさに合ってる感じでね、なんか一体感があって、まあ良かったかなって感じ。であと、太麺でな、もうさ、細麺が流行ってっからさ、大概細麺のことが多いんだけど、私の好きな太麺だったんで、こりゃいいぞと思ってな。麻婆豆腐だし、野菜入ってるし、麺太いし、こりゃいいぞっていう感じだったけどな。ニンニク入ってるっぽかったんだよね。これなんか多分ニンニク入ってるなっていう食感が時々あったんで、ね、なんか帰りの電車の中でね、いろんな人に迷惑をかけたかなと。あとはな、マンションの当番でね、次の当番の人のところにさ、行って、で、ほら、時計の電池変えたじゃんか。で、電池変えたとかって言われたからさ、ちょっと普段よりもさ、お話をさ、少しだけ多めにしたわけよね。だから、もしかしてさ、お話ししたのはいいけど、臭かったかな臭かったかななんてね、後で思いつつ、まあ、しょうがないよねっていうね、感じで、今日は初蒙古タンメン中本、体験してまいりました。ね、いつか、あれだな、思い出したらカップ麺の方も食べてみようかね。多分ね、カップ麺の方のが辛いんじゃないかなって思うんだよな。北海道さん。今日で1月も終わりです。ね、そうですね。いつか終わりはありますね。だからそうよ、今日はあれよ、当番の集計があったり、振り込みとかがあってね。ただでさえさ、忙しいっつってんのにさ、ねえ、お断りされてさ、無駄に渋谷行ってさ、なんだよみたいなね、感じだったよな。北海道さん、明日の東京はめっちゃ、めっちゃ寒いかなみたいですよね。だからさ、今日もね、寒そうな感じだったけど、その割には意外とね、今そんな寒くないんだよね。で、今日外歩いてる時もさ、寒いかなと思ったんだけどさ、ね、そんな寒くなかったんで、よかったよと思って。ね、その蒙古タンメンをさ、探してる時も Google マップがさ、なんか今日は全然ダメだったんだよね。どこ行ってもやっぱりね、自分がいつも道外れててね、全く軌道に乗ってくんなくて、なんだこれみたいなね、感じだったんだよね。まあ近いから、駅から近いからなんとか行けたけどさ、みたいなね、感じ。どうしたいのまちゃんまたドア全開にして戻ってきて、で、カリカリは食べないで、こたつの中に入ろうとしてるけど、入んないじゃないか。なんなんだよ。どうしたいんだよ。寒くないんだろうな、今日な、にゃんこもな。でも、ぐーちゃんはやっぱりヒーターに張り付いてるな。だからもう、まーちゃんはさ、ドア全開にしていくんだよ。また戻ったよ、あっちの部屋に。なんなのよ。北海道さん、勝手な報告しても良いですか？だから私は、この番組は、みんなのね、今日あった一日の出来事の報告を待ってるわけよ。ね。だから積極的に参加してくださいっつってんの。
じゃあ、タロットカードタイムでも行こうか。本日もタロットカードタイムでございますので、78枚の中から1枚引きまして、今の私たちに必要なメッセージをいただこうと思います。で、このシャッフルは皆様のストップの掛け声で止まりますので、ご協力よろしくお願いいたします。で、そう、もこため長本は撮影はできなかったんだけど、なんかね、元気なお兄さんたちがいっぱいいてさ、で、結構清潔な感じのお店に感じられたかな。まあ、ただ新しいだけなのかもしれないんだけど、もしかしたらね。なんか割と明るめな店内っていうのかな。で、元気なお兄さんたちがね、ちゃんと挨拶してくれるっていうのかな。お客さんが、なんだっけ、いらっしゃいました、みたいな感じで、言ってくれたり、お客様お帰りですとかね、なんかありがとうございましたとかね、もうそういう挨拶をなんか何回もしっかりしてくれるわけよ。だからさっきの渋谷の店と比べてさ、もうつい比べるよね。もうね、こっちの店のがどんだけいいか。どんだけいいか、みたいなね、感じで、もうさっきの店何ってつい比べたくなるくらいの、なんかホスピタリティでしたね。北海道さん、最近なかなかチャンネルに参加できていないので、少し遠慮気味の北海道さんです。それが勝手な報告ですか。はい。ね、もう全然視聴回数増えないな、視聴数が増えないな、もうどうしたらいいのかも、本当にわかんない。本当にわかんないよっていうね、感じでございますよ。ぐちゃんは寝た。寝たな。何気に、まずいつの間にか帰ってきて、カリカリもちょっと減ったな。のうちなくなりそうな感じだな。まあ夜中にね、そのまま置いとけば、いつの間にかお皿はきれいになってんだけどな。北海道さん、いやいや、報告内容は違うよ。はい、どうぞ、抹茶は入るのか。入らないのか。入るのかい。入った。なんなのよ。ピュンさん。山田電機でパソコンのキーボード新調したのだけど、普段見ないで、値段見ないで、買ったら3500円もしたの。パソコンのキーボード新調したいんだよね。もう静電気がバチっていう。痛いしさ、もうすごい力入れないとね、反応してくれないので、新調したいんだけど、3500円もするのか、そりゃ参ったな。普段見ないで、値段見ないで買ったら、ね、キーボードっていくらぐらいするもんなんだ。北海道さん。実は、まずストップ。カニタンさん。もったいぶってます。もったいぶるなよ。はい。減るもんでもないし。はい。北海道さん。今の職場を退職しようと考えてます。それ何回も聞いたよ。それ何回も聞いてます。というわけで、ストップの掛け声いただきましたので、ここから6枚をきまして、7枚目のカード、今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。で、いきますよ。せーの。1、2、3、4、5、6。で、7枚目のカード、本日はこちらでございます。せーの。
じゃじゃん。キンキン、キラキラだ。やったね。キンキン、キラキラ。だけど、あれで、キーボード、ね、3500円もしたの買っちゃったけど、大丈夫。いっぱいお金がまだまだ、こんな感じでな、入ってきますから。よかったね。あなたの好きなキーボードが買えてよかったんじゃないですかね。お金の心配はしなくて大丈夫です。何枚 ?1、2、3、4、5、6、7、8、9。9個あるやったね。ペンタグルペンタグルの9で合ってますか？合ってるっぽいね。9枚もあるね。やりましたね。だからさ、塩入ってないんだって。もう塩入ってんのに慣れちゃってから、塩入ってないとちょっとびっくりするね。北海道さん、やったね。ぴょんさん、美しいカードな。今の私たちにふさわしい感じのカード出たわよね。はい、詳しく解説していきます。一般的なタロットカードでは、このペンタクルはコイン。はい、わかりました。ペンタクル9の絵柄の意味。もうさ、ドア開いてからさ、涼しい風がピューピュー入ってくんだけど、まあ、じゃあちゃんと開けたら閉めてくれっかな。北海道産左右。そうだ、左右だ。今日は久々に左右でございますな。はい。絵柄の意味。ペンタクル9のカードは華やかな衣装をまとった女性が庭園を楽しげに散策している様子が描かれています。その様子からも彼女がとても豊かな生活を送って満たされていることがわかります。手には小鳥を乗せて気ままな午後を心から楽しんでいるようです。はい、よかったよかった。聖一か。聖一、経済的な援助。経済的な安定。よかったね。彼女の姿からは、その地位を築く苦労はみじんも見て取れません。それは彼女が有力者に愛され、今の豊かさを手にしていることを意味するのです。そのため、聖地では経済的な援助に恵まれていることを表し、役位置では不定なあり方や依存している姿であると解釈します。聖地の意味、キーワード、経済的な援助、経済的な安定、優雅な生活、充足、才能を生かす。ペンタグルの9は、その苦労を感じさせない優雅な姿から才能を生かし、物質的な豊かさを得ていることを意味します。その才能とは、人としての魅力や人気とも言えるもので、それにより経済的な援助や支援者を得て、満たされた生活を送れると解釈できます。ですから、もちろん女性であれば玉残しのようなケースもあるでしょうし、男性であれば才能が認められ、支援者を得るとも受け取れるでしょう。どちらにせよ、それはその人の人としての魅力が受け入れられ、協力者を得ることを意味するので、ある種の成功であると言えるかもしれません。そうだね。このカードが聖地で開かれるときは、物質的な充足だけでなく、心も満たされることを指しています。よかったね。仕事での占いの解釈、恋愛での解釈、まとめ。ペンタクル9は物質的にも精神的にも満たされるカード。このカードはあなたの才能が認められ、支援者が現れたり、あなたに魅力を感じる人が訪れることを示唆するカードです。やりました。
その意味では、聖地で開かれたときは、物質面及び精神面についても満たされる良いカードだと言えます。ただ、その基盤はどちらかといえば、相手が持っており、あなたはその支援を受けるだけでそうだな。所有できるわけではありません。ですから、そんな支援者から与えられることに甘んじるだけでなく、自らも成長していくように心がけましょう。心がけてもどうしようもないんだもんな。はい。というわけで、本日のタロットカードの意味調べるの回は、あなたの魅力に、支援する方がおられるでしょうっていうカードかな。はい。楽しんでいただけてたら幸いでございます。もうさ、寒いよ、まーちゃん。ドア閉めて。また閉めんの、これ。よいしょ。よいしょ。ちょっと閉めました。ぴょんさん。ピンクレディとキャンディーズの、共演動画見て心癒されたのよ。ねえ、北海道さん、今日の晩飯は冷やしそうめんを作りました。寒いのが好きなんだな。寒いのが好きなんだね。で、今日はその蒙古タンメン中本をね、食べに行った時に、そこで、なんか九州と沖縄の物産展をやってたみたいなんだよね。で言ってもまあ、九州がちょこっとね、ほぼ沖縄。で、なんか売ってるものは、そう大して変わらないっぽいみたいな感じで。で、九州の物産展が、まあ、インスタントラーメンなのかな、なんかちょっと変わってるのかなみたいな感じの、インスタントラーメン。でもね、2個で800いくらとかだから、なんか1個で400いくらすんだよね。インスタントの袋麺1袋に400いくらはちょっと払えませんけど、みたいなね、感じで、通り過ぎるじゃんか。で、あと沖縄のはまあね、いろいろジーマミー豆腐だったっけっていうのがあって、あ、そうそう、これ何だったっけと思って見たけどな。まあ、あんまり多分私好きじゃなさそうかなと思って、スルーするじゃんか。で、まあね、サーターアンダーギーがあったわけどね。サーターアンダーギーが、なんか本当だったら5個で1袋のやつがいくらなんだあれ。いくらだったっけなっていう感じなんだけれども、それをばらして、で、3個入りにしてくれてるやつがあったんだよね。だから3個入りにしたところで、500円ぐらいだったかな。だから、と思って。だから5個入りで700円ぐらいだったかな。で、3個入りで500円ぐらいだったかな。3個で500円か、みたいな感じでね、スルーして。で、今日はね、どうしようと思って。本当はマンションのね、集計の作業があるけど、ね、蒙古タンメン中本だけで終わっちゃったから、撮影ね、取れ高が足りねえなと思ったんで、じゃあ、たい焼き食べに行こうと思ってね。で、たい焼き10個。10個じゃない、たい焼きを買いに行ったんだけど、すげえ並んでてさ、
でね、なんか東京で三大たい焼きっていうのがあるらしくって、で、それに行ってみようと思ってたわけよね。で、それの一つで、で、そこはね、過去に一回だけ連れてってもらって行ったことがあって、だからその時はね、真夏だったんだよね。真夏だったんで、誰も並んでなくって、で、しかもね、小豆もなかか、たい焼きかみたいなお店だったんで、暑かったんでね、小豆もなかをその時食べちゃったわけよね。だから私、たい焼きは、そこのたい焼きは食べたことなかったんで、じゃあちょうどいいぞと思ってな、今日は寒いし、たい焼き買い行こうと思ってさ、行ったんだけどさ、すげえ並んでたよ、今日は。やっぱ並んでんのね、みたいな感じだったかな。たい焼き1個買うのに並んで、で、しかも食べる場所がなくて、結局家まで持って帰ってきて、その間に冷えてな、冷えるとね、もうカチカチに硬くなっちゃって、だからあったかいうちに食べても硬いのか、それとも冷めたから硬いのか、よくわかんないけど、硬いたい焼きだったな。香ばしくって美味しかったよ。どこだっけ。冷やしそうめん。北海道さん、テントのチャックを少し閉めてみたら、そうね、ただほら、ぐーちゃん見えなくなっちゃうからさ。えーっと、ぴょんさん、キーボード打ち心地最高です。いいな。いいな。もうただパソコンも古いからさ、キーボード変えるんだったらパソコンも変えたらっていう感じに今なっちゃってるんでな。なんかキーボード変えるのもっていうね、とこなんだよね。北海道さん、両手に北海道を持っています。北海道を持ちつつ、そうめんな。だから北海道の人が一番アイスクリームの消費が多いっていうのはそういうことなんだな。北海道さん、ぴょんさん、ナイスですね。ぴょんさん、気まぐれでマクドナルド、ドライブスルーでハンバーガー10個買っちゃった多いね。やっぱうまいわ。よかったね。北海道さん、キーボードかな。そっか。経済的には、大丈夫なカード出てきたからな。ドライブスルーでハンバーガー10個買っちゃったんだ。そりゃすげえな。カニタンさん、マクド10個も食べれるじじいボーイっつったら否定されたからな。じじいにしたんだな、今日は初めからな。マクド10個も食べれるじじい。北海道さん、ピヨンさん、マックのハンバーガー、一つ80円の時期がありましたよね。そう、80円だったらね、10個買ってもいいかと思うけどさ、今いくらだったっけ？なんかすごい値段上がったよな、80円の時から比べたらな。それ10個買うっていう気にはならないけどな。だから今日のさ、たい焼きもさ、高級たい焼きでね、ただ最近なんか、そんくらい値段払わないと何事も買えない気がするんでさ、なんかあんまり高いのかどうなのかって考えずにさ、買ったんだけど、みんなさ、何個も買うわけよね、お土産用にみたいな感じでさ。そうするとね、もう何千円っていう単位でどんどんさ、たい焼きが売れていくわけよ。そうかと思って。みんなまとめて買うのね。そりゃそうだよね。こんだけ並んでんのに、一個だけ買うやつとかいないよね。って思ったね。そういえばね。80円の時期がありました。ミョンさん、食べ出したら止まらないじじいっすよ。北海道さん、最近、物価が高騰しすぎ。ね、さらに高騰しますよ。北海道さん、来月から家賃が2000円も上がりますな。もうね、どうしようもないよな。北海道さん、高校時代、ドムドムも好きでした。今は北
海道にないのかな。ドムドムってそういえば聞いたことあるけど、なんか見たことないな。食べたことないな。あと、バーガーキングも食べたことないし、あと何があるかな。ほとんど食べたことがないんだよな。で、なんだったっけ。物価の値上がり。なんだっけ、クルド人問題だっけ。クルド人問題が、そんなことになってんのっていうのをね、最近知って、そりゃあひでえなっていうのが、あったかな。なんか埼玉県の川口市はもう終わってんな。埼玉県の川口市と、増税メガネさんは、まあ、日本人じゃないわっていうね、感じよな。そうだから、クルド人問題が、なんか日本人に対してね、クルド人がなんか暴行働いただかなんだか忘れたけど、なんか事件を起こしたんだよね。なんだけども、結局、クルド人は、罪に問われず、日本人が泣き寝入りしなさいよっていうね、ことになったらしいじゃんか。まあ、それだけでも終わってんなっていう感じなんだけどさ。で、クルド人はクルド人の方で、日本を乗っ取るっていうふうになんか言ってるらしいじゃんか。日本を乗っ取るぞ、イエーイって言ってるらしいのにさ、そのクルド人を擁護してな、日本人は泣き寝入りしろっていう判決が出て、で、しかも、えーっと、なんだっけ、もう一個なんかあったんだけど、忘れちゃった。忘れてんじゃん、みたいな感じね。そう、なんか、そうそう、クルド人が、なんか不法滞在らしいじゃんか。不法滞在なんだけれども、その川口市になんか100万円寄付したらしいんだよね。で、100万円寄付しただけで、なんか表彰されたらしいんだよ、川口市からさ。なんだそれ。なんだそれっていう感じなんだけどな。なんか、クルド人に100万円もらったから表彰しますみたいな。不法滞在者ですけど、不法滞在者に100万円ポッチもらって、表彰すんですかみたいなね。なんかそんなことになってるらしいな。もう、世の中、日本は狂いまくりです。ドムドム好きでした。北海道さん、モスバーガーは好きです。クルド人川口は東京の入り口でしょそうなの、北海道さん、今回のキックバックに、対する検察の対応に疑問が残る。ぴょんさん、ヤマダ電機のレシートに紅はるか、焼き干し芋 200g、1980円って、書いてあるけどかな、安いわかんない。200g 焼き干し芋焼き干し芋 200g わかんない。この前食べたさ、なんか紅はるかの、なんか金の干し芋とかいうやつ、一袋さ、500円するやつ、3枚しか入ってなかったわけよね。3枚しか入ってなくて500円だったから、あれ何グラムだろうね。相当軽いと思うんだけど、それが200グラム分で1980円だったら、まあそれが4個分っていう感じになるから、そんなもんなのかもしれないな。北海道さん、ぴょんさん、それは高級でしょ。ねえ、3枚500円、そうなのよ。だからそのレベルじゃねって思うんだよね。マジか、そう。
だからそれを4個買ったら多分200グラムぐらいになるのかな。だからほぼ、なんだ、包装紙代っていうの梱包材代みたいな中身3枚しか入ってなくて。で、しかもなんかね、パッサパサっていうのかな。なんかしっとりしてるのに慣れちゃってるからさ、なんか久々に食べる昔ながらの干し芋みたいな感じでさ、えっていう感じだったんだよね。北海道さん、そのうちポテチ1枚。見えないけど、10円かな、100円かな、になるのかな。ね。なんか、だから多分その、中身よりも外身がね、ないらしいんだよ、材料が。それのせいで販売ができなくて、で、値上がりしてんだよね。北海道さん、そろそろ桜餅のシーズンになるけど、これも高くなるのかな。ただまあ、米だからな、日本の食べ物はどうだろうな。小麦が、アホみたいに高いじゃんか。で、まあ、芋はわかんないけど。芋はあれか、肥料かな。だから植物系は肥料が高いから高いのかもしれないな。桜餅だとどうだろう。米はどうだろうな。まあ、そのうち米は食べれなくなるかもしれないけど、今のところまだ在庫があるから、ね、今年は大丈夫かもねっていう感じな。桜餅の葉っぱは食べますか？毎年その質問してんな、北海道さんはな。ってなわけで、本日も竹縄ではございますが、いいお時間になってまいりましたので、そろそろお開きにさせていただきまして、調子が良ければ11時ぐらいまで毎日のようにやっておりますので、お時間合うときはお付き合いいただけると嬉しいです。私の人生の目的は、私の笑顔で私とみんなを幸せにすることですので、チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録とグッドボタンを押して、スパチャンを投げといていただけると、私が笑顔になりますので、よろしくお願いいたします。あと、ご無理でなければ、お友達へのシェアもよろしくお願いいたします。猫の姿が物足りなかったよって方は、このチャンネルには猫の動画がいっぱいありますので、こちらを全部見といていただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。てなわけで本日もお付き合いありがとうございました。次回も見てくれるかな？はーい。いいとも。じゃんけんぽい。はい。ではでは、いい夢見てね。おやすみなさい。バイなら。